番印象に残ってることで全体的に。そうね、やっぱり世界戦ってあの時ってほら全然慣れてなかったんで、2回目の世界戦でね、で自分たち、世界戦っていうのはもう憧れだったんで、もうすごい高いところにあったレースでね、全日本でもそうだけど、我々ローカルでレースやってて、ああいう大きな大会ってほとんど経験がなかったんでね、やっぱり常に何もかも控えめっていうか後ろの方でやっぱり有名選手がいっぱいいて、そしてなんですかね、それを憧れで見てると、自分たちがその表舞台に立てるとは思ってないんでね、なんか何をするにしても練習にするにしてもそういう何にしてもやっぱり自分たち後ろの方でレースをやってると、それがファイナルに残ったと。当然世界戦のファイナルっていうのはもうすごいんでね、もちろんドライバーもそうだけど自分自身も経験ないわけですよね。だから何をどうしていいかわからないと。例えば車検とか時間がきちっと決められて、当然のことだけど何時何分に車検やんないといけない、車検したら次どうするのかと、順番すらわからない。だから普通のレースだとメインごとのいろんなやってきたんだけど、 A メインとなるともう全てが別なんでね。で当然A メインファイナル、3回あるわけですけど、ファイナルが始まる A メインのコントロールプラクティス、そういうのになってきた。もうメディアがすごいわけですよね。それがもう全部注目されて、だから自分たちの行動が全てもう周りにカメラとかいっぱい来て、その人の目が集中してる中で作業しないといけない。だから当然そんなもの経験なかったんで、ドライバーも当然そうだと思うんだけど、メカニックの人ももうみんながゾロゾロついて回るんで、もう何をやっても監視されてる気がしてね。だからやっぱりもう自分の仕事ができない、気分的にね、もう何をやってるのか分かんないって、それこそボディキャッチが止まんないっていうような、ああいうもう手が震えてネジが止まんないとかね、バッテリーがうまく乗せられない。だから一つ一つ聞きながら、またみんな応援団がたくさんできるんで、急遽ね、だからみんなが教えてくれるわけですよね。はい、もう検査行きなさいよ、次はこうしなさい、ああしなさい。でレース前になったら車を持ってで、だからもうグリッドすら分かんないし、自分のグリッド行ってでどうするのかとか、でも30秒前にはグリッド離れなさいとかね、そういうやっぱりもうその場その場で初めてのことばっかりでね、なんかもううろうろしてたっていうのはもう印象に残ってますよね。今度は B の11から始まるわけですね。15が抜けてるってことはどこか他にあるんでしょう。一応ちょっとチェックしておきましょう。15っていうのは今度はアッパーデッキ関係ですね。こちらの向きを間違えないようにベルトをクリアしてベアリングで入りますと。でその時にまたベルトがまず右側のベルト、これは先にベルトをしておいた方がいいか。そして真ん中に通ってポン、当然この左右のベルトは同じ長さと同じものですね。ベアリングを押し込みますと、こういう状態ですね。こちら側ですね。これもまず2箇所と、こっちの対照的なところね、この止めにくいところ、またこれ外すと、これは昔はこれなかったですからね、これでよかったんでしょうけどね、これが新しく入ったんでちょっと作業がやりにくくなって、ここまでは計算されてなかったね。ネジが下に落ちなくていいよね。そうね、オフロードはね、地面にネジを落とすともう致命的なんでね、
もう E リムなんか落としたらもう絶対に見つからないね。これはもうメンテの時はこれがついたままで外せるんで、ここだけ外しても抜けないんで、もうこの板にこれがついたものとしておけば、これもねすごい小さいネジをタッピングでアルミに立てるんで、下手をするとネジがねボケてしまうんで、これはもうあまり外す必要がないと思う。メンテの時もこう外さないです。向きを間違えないように。そこでもう一回わざと間違えてほしかったな。そんな同じ失敗も二度としません。これ間違ったらね、もうメカニックの称号を剥奪されるね。今まで一番多く失敗したのって何？もう決まってますよ。ピニオンのネジの締め忘れ。忘れるの？世界選手権でやるのよね。これがね面白いんですね。ここにデフがあって、ここにデフがあって、でこれがフロントエクプトだから、これはスリッパーと見ていいのかな。当時こういうシステム取った車ってこれがね自分私もいまだにそうだけど理解できない、このシステムがね。ここにデフがあって、ここにもなおかつデフがあると、これね、これとこれと、それにフロントもデフがあるんで、この3つを調整しないといけない。私が以前やってたのは、もうここはほとんど締めっぱなし。多分このベルトのダメージを防ぐためにそういう機能を持たせてるんじゃないかなと。ただこれ今かなり緩いですね。これでは多分走れないんで、ここで調整すべきですね。これ今やっといた方が多分いいのかな。反対につけたパーツのところで調整する。あんまりそれは強調しないで、そういうこともあったかなという、これは皆さんに対する警告と受け取ってくださいね。それはノーマルなの？これは一応指定の方向なんですけれど、ただこっちへ行ってもこっちへ行っても貼ってくれると思うんですけど、どっちがいいかな。これの高さが変わるんで、それに対する指示は多分ないと思うんですよね。これにまだスリッパがあるんだ。それ追加になったね。なかったよね。これなかったよね。これオプションだと思う。これはね、ハイパワーに耐えるために。ということは、これの代わりにこれがつくのかな。これがついたらもうここのデフがなくなるんで、やっぱりこれはスリッパーと捉えた方が良さそうね。やってみますか。これでは緩いと思う、ね。メールなんかで質問が来て、ベルトをどのぐらい貼ればいいですかっていう質問が来た時に、言葉でどう答えていいのかね、分かんないです。これでこう回してでもかなり反対ぐらいまでいかないと貼らないね。相当動きますね、これはね。やっぱりこのネジを外さないといけないんで、間違ってても影響なかったんですね。いずれ外さないといけない。なんかフォローしてるけど、自分でフォローしてるね。聞いてた。あんまり速いモーターでこれ走らない方がいいね。これは、多分ね、もともとの設計がそういうその時代の設計なんで。今の 17.5 ぐらいでいこうか。17.5 でも当時の世界線使ってより速いんじゃないかな。速いよね。17.5 とか21とか21.5とかね、その辺ぐらいが妥当なとこじゃないですかね。最初はちょっと張り目から始めた方がいいですよね。標準から比べて3つぐらい後ろということになりますね。これでまずはこの毛はちょっとデブが硬いね。さっき一応90度って言ってましたが、もうちょっと緩めてもいいです。180度にしましょう。あと90度。
で少し柔らかく、これで滑らないですね。両方押さえて真ん中滑らなければ駆動はちゃんと触っていると。ステップ13、アッパーデッキですね。アッパーデッキはもうすでに出てるんで、これが入るんですけれど、この13にアッパーデッキのカバーですね。これイギリスは雨が多いからそうやってカバーされてるのかなって。これ駆動系を完全密閉すると、イギリスの場合、あの当時芝生のレースが多いって聞いてたんで、それとか細かい砂、それに対処できるように防塵対策やってるんだと思うんですね。音静かやったもんね。静か。カバーされてる分。これを切らないといけないんですよね。ただネジ4本だけしか入ってません。だからもったいないね。でもこのみんな袋が同じ大きさっていうの好きですね。この辺の作業はあんまり参考にしないでください。でもこれだけ密閉されてても結構入るんだよね。意外と切れるけど、なんかハサミが壊れそう。やっぱりカッターで切るのもいいかもしれないですね。カットできちっと筋をつけて、である程度まで筋つけたらポキッと折れるんでね、こういうように入るんですが、この間に入んないといけないんで、これは前の穴位置がないんですよね。これ穴位置があるのはここだけなんで、後ろだけねポイントがある。これを後ろに合わせて、あとはこれに合わせて穴を開けると、ちょっと幅が広いですね。まず2つ印通りに穴開けて、ちょっと仮にネジ立て込んどくと次やりやすいんで。でフロントですね。ここは印がないので現物側ですね。でこれもちょっとネジを、うまい具合にタッピングが立つんで、そうすると穴がずれないんで。であとこの4箇所ですね。と返りがあるので少しだけ穴を大きくしておきます。一つここに変なところに印があります。これは説明書にもある30ミリ、ちょっとこれ印35ミリですけれど、30ミリって書いてある。一応説明書通りに行くともう少し前で、というのはこれは別に止まるわけじゃなくて、ベルトのテンショナーですね。テンショナーっていうか調整用の、これベルトが全部密閉されてしまうんで、ベルト調整するときにベルトを見られないわけですよね。でここに穴を開けておいて、一応3でも35でも変わらないと思うんですけど、こんな穴印があるんでここを開けておきます。上から押さえる。そう、例えば穴液なんかを入れて、その張り具合を見ると、だから小さくていいです。後ろの方ですね。この上にカバーがくるんで、ここは止めてもいいです。この時に気をつけないといけないのが、ちょっとずれてるんですよね。ずれるんで、これをぴったり合わせてでないとシャシ全体をねじってしまうことになるんで、この位置ね、これをまず合わせておくと、今度はこの間にベルトを通して、この時も穴位置をぴったり合わせて、タッピングですから一回ねじ込むと次は簡単に入るんで、最初はちょっと硬いですよね。ちょっとこのハンダは難しいんで、瞬間接着剤でいいと思います。今の瞬間は良くなってるんで、これ一応説明書にはここハンダ付けする。昔は私もハンダやってましたけどね、これのハンダは慣れないとできないです。瞬間にしましょう。ここへ入れて、ここをハンダ付けするという指定なんですけれど、ちょっと難しいんで、とりあえず瞬間、エポキシなんかだったらもっと確実ですね。今回はとりあえず瞬間をくっつけましょう。これ頭出ないギリギリのところで止めます。
すると今度これ変えられないんですよね。外すのもまた難しいんで。で次はステップ15。その前にもう一つやるべきことがあったんですよね。ここ切らないといけなかった。それには印がない。さてどうしましょう。もう一回ちょっとこれ外しますね。何もないです。だから先にこれを取り付けた方がいいですね。一応決めるのに。まっすぐにして、それで軽く。ただこの時にこれガタが出ますよね。でそれを少しこれを曲げてやることによってこのガタがなくなる。で軽く動いてガタがなくなるところでちょっとセットしちゃう。こうするともうほとんどガタがなくなる。アンテナの穴はあるけどこれはもうすでにカットされてるんでね、絵では多分この時点で気が付く人も多いと思うんですけどね。それ京都に行った時お客さんの全部組んでたの？結構みんなやっぱり組めないっていうんでよく組んでましたね。別に全然あの当時はそんなに苦にはならなかったんでね。結局買ってくれた人に組んで渡すとかね、もうほとんど毎日組んだり渡したりしてたんで、もう当たり前になっちまった。まあそれともう一つはオフロードそのもの知らなかったんで、まあこんなもんかなと。12分の1とかはもうすごい簡単ですけど、ただ12分の1でも私が作ってたアルフとかね、4読のあれはこれよりもっと複雑ですからね。それに比べればまだ可愛いもんだったです。カームとかノコギリで切ってたもんね。そうであれも組み立てでもう本当の手作りなんで1個ずつ合わさないと。カーボンのね、カーボンじゃないわ、ポリカポリカね、ポリカって切れないんですよね。あった、こんな感じ。そうカーボンよりポリカの方が切るの難しいです。これに比べたら出来上がっててありがたいよね。で合うんでありがたい。サイズが、あれ合わないからね、自分で合わさないといけないんで、これでスタッフもついて15まで完了。